おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新ニュースとしていくつか情報が出てきております。まずはその全体像からお話をしていきたいと思います。まず最初はアリゾナ州でのロボタクシーの許可です。テスラはアリゾナ全域で有料のロボタクシーサービスを運営できるライセンス、これを正式に取得しました。これは都市単位ではなく州全体という点が非常に重要です。通常自動運転の許可っていうのは特定の都市や特定のエリアから始まるものですが、今回アリゾナ州が示したのはテスラの実証実験が州全体の安全基準を満たしたという判断です。つまりテスラが持っている FSD のデータ量や進化のスピードが州全体で認められた形になります。ここでポイントになってくるのが、テスラが一度にアメリカの広大な州でロボタクシーを展開できる可能性が見えてきたということになります。この判断が他の州にも波及する可能性は十分にあり、これは将来的にロボタクシー事業を一気にスケールさせるための大きな前例になると思います。そして次のニュースはFSD の大幅アップデートです。最新バージョンである FSD のバージョン 14.2 がいよいよ広範な展開に入ったと報じられています。イーロン・マスクさんもこのバージョンは広範ユーザー向けだと含みを持たせていました。今回の V14.2 では視覚ネットワークの強化やより高解像度の認識アルゴリズムが導入され、緊急車両、障害物、人の動作などの認識がさらに人間に近づいています。また、封鎖された道路や迂回ルートの判断がよりスムーズになり、特に市街地走行の安定性が上がっているようです。さらに駐車の到着スポットの選択機能や速度プロファイルのカスタマイズなどユーザー体験の部分も細かく改善されています。ここで僕が注目したいのは FSD のアップデート内容そのものではなく、テスラがそろそろ本格展開モードに移行し始めているという流れです。アリゾナ州のロボタクシーの許可と FSD の広範展開、この2つは明らかに連動しており、FSD が実際に商用化のフェーズに近づいていることを示しています。そして3つ目のニュースは、テスラのレンタルプログラムの拡大です。先日、レンタルを開始するということをお伝えしましたが、これが始まりました。こちらはアメリカの複数都市でテスラが公式に1日$60からのレンタル事業を開始したというものです。しかも無制限マイルでスーパーチャージャーの無料利用付きです。この価格設定ははっきり言って異常です。普通に考えればスーパーチャージャーを無料で使われてしまったら1日$60で利益は出ないはずです。しかしテスラがこれをやっている理由は所有前の体験を最大化するという目的と、ユーザーが購入を決断するまでの回遊率を上げるという狙いがあるからです。さらにテスラはレンタルプログラムの拡大に向けて専門のスタッフの採用も進めています。これは単なるテストではなく、本格的に短期利用モデルを収益の柱にしようとしている動きです。ここで考えるべきは、テスラが車を売る会社ではなく、車を稼働させる会社に変わりつつあるという点になります。これはロボタクシー時代の基礎にもつながります。そして4つ目のニュースがブランド付きスーパーチャージャーの誕生です。これは外部の企業が自社ブランドでスーパーチャージャーを設置し運営できるという全く新しいモデルです。最初の事例はフロリダ州で地元の企業がテスラの V4 スーパーチャージャーを自社ブランドで設置し運用しています。この動きはテスラがインフラ運営を自社だけで進めるのではなく、パートナー企業を巻き込むことで充電インフラの拡大スピードを加速させるための戦略だと考えられます。今後スーパーチャージャー網の拡大はテスラの資本だけに依存しない方向に進みます。これもロボタクシーのスケールアップに必要な要素です。そして5つ目がモデル X の大幅軽量化です。最大400ポンド、約180キロの軽量化が進み、航続距離が改善されました。この軽量化は単に効率が良くなるだけではありません。ロボタクシーとして長時間稼働する車両の場合、
軽いっていうのは、それだけバッテリー消費が少なく、運用コストが下がるということを意味しています。また、軽量化は製造コストの改善やメンテナンス性の向上にもつながります。そしてこういったところから見えてくるのは、テスラが単なる車両のアップデートではなくて、長時間稼働を前提とした運用のための設計、こちらに徐々に変化しているということになります。ここまで5つのニュースをお話ししてきましたが、これらは単なる個別の出来事ではありません。僕はこれらすべてがロボタクシー時代を前提にした構造変化だと考えています。まず FSD が進化し、州全体の認可が下り、インフラが外部と連携しながら拡張され、レンタルで車を使う文化が浸透し、車両は軽量化され、効率の最適化が進む。この一連の流れを見ると、テスラは明確に次の10年はロボタクシーと AI で勝負すると宣言しているように見えます。もちろん、ロボタクシーがすぐに実現するとは限りません。規制、安全性、保険、社会的需要などクリアすべき課題は多くあります。しかし、テスラがこうした準備を確実に前に進めているというのは事実になります。では、そういったことを踏まえて皆さんに一つ問いかけたいと思います。もしあなたの家の前に止めている車が夜の間にあなたの代わりに働いてくれるとしたら、どんな未来を思い描きますか？副収入として運用するのか、それとも家族の送迎に活用するのか、あるいは車を所有せず必要な時だけ呼び出すのか、そしてもしロボタクシーが本当に普及したら、今の車の価値ってどう変わっていくと思いますか？そしてテスラの株価はどう評価されていくと思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。そして今日ご紹介したニュースは一つ一つは小さく見えるかもしれませんが、すべてがテスラの未来を形作る重要なピースです。今後もこのチャンネルではテスラの戦略や最新動向を僕の視点も踏まえてお届けしていきたいと思いますので、気になるテーマなどがあればぜひコメントで教えてください。はい、ではね、本日のコメントを紹介します。本日はクリサベックス3907さんのコメントです。車を大事に乗っているオーナーが汚されることを承知で本当に自分の車を貸し出すだろうか。まあ日本人には無理なのではないかと思いますというコメントです。ありがとうございます。このような方は多いと思います。ただそうでない方も結構いますし、僕も実際シェアカーをしている身としては全く気にならないです。むしろ、お前は今日どこに連れてってもらえるんだろうね、みたいな、そんな気分になっています。また、自分の車は嫌だけど、やってみたいって思う人は、専用で車を買うっていう人も増えると思います。多分、このような方が増えるんじゃないかなと思いますけれども、収支で計算して、プラスになるならやりたいと思う人は多いと思いますね。どちらにせよ、これは全く新しい概念に近いので、最初は受け入れる人がめちゃくちゃ少ないと思います。要は、アーリーアダプターの人たちがサクッと始めて、徐々に認知されていく流れになっていくんじゃないかなと思います。はい。ではね、最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は下げて400ドルを割り、現在395ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ、真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体感しに行きませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、逆に真夏の家の中での熱中症が怖い方、そして家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思っている方、または経営者の方でオフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまってて困っている、そんな方におすすめです。去年一緒に行った人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。この理由が家も古くなり
断熱性もない、また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコウィンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ご両親がもう割と高齢で、そういったことが心配で、命と比べたらエコウィンを絶対に置いた方がいいというふうに判断されて、ほんと翌日に発注してくれました。このように、やはり真冬のヒートショックとかって怖い方ね、多いと思うんですよね。ただ、この場合ですね、お風呂場が寒いだけであって、リビングが暖かいんだから無理じゃないのって思うかもしれませんが、決してね、それがそういう風にならないんですよ。これはほんとね、実際に体感してもらったらびっくりすると思いますので、ぜひね、興味がある方は一緒に僕と行きましょう。来年の1月23日の金曜日、こちらエコファクトリーの熊本で行います。時間は10時から15時ぐらいまでを考えています。そして2月9日の月曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。東京支社が少し狭いので、定員は10名とさせてもらっています。時間は10時から12時の2時間を計画しています。その後は近くでランチして解散という風な感じです。僕も朝一で東京の方に行こうと思っています。参加希望の方は LINE で連絡の方よろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。